はいどうも、世界の横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。ひろき。いやどうも、東海の哲人千葉優とりょうと言われると、虫眼鏡だ。すげー。おお。すごい。なんだこれ。なんかとんでもないことになってますね。そうでもないよ。6人目のメンバーじゃん。いや、なんか座らせていただいちゃってるみたいな。めっちゃ緊張するんですけど、というわけなんですけども、今日実はですね、東海オンエアさんの動画の企画にお呼びいただきまして、すごいずうずうしいお願いではあるんですけど、東海オンエアの皆様にポーカーを教えさせていただけないかなと。これはすごい白つくよ。強くなれる気がするよ。本当だってシンプルに日本最強に教えてもらうわけだからね。日本最強に教えます。僕らも本当にチャンネル作った当初から動画の中でかなり東海オンエアリスペクトみたいな。食べ食べポーカーやってましたもんね。いや、食べ食べポーカーもやった、食べ食べポーカーもやったそのままやりました。ずっとリスペクトしてきた東海オンエアさんにポーカーを教えられるっていうのは、僕らとしてはもう本当に YouTube このためにやってるぐらい考えてない。言い過ぎだな。なんで、視聴者さんの中でもポーカー最近興味出てきたなみたいな人とか、ポーカーこれから始めるっていう人がまずはこの動画を見て、東海オンエアの皆さんと一緒にルールを覚えられるみたいな動画に今日はできたらいいなというふうに思っております。はい。お願いします。ぜひともよろしくお願いします。お願いします。皆さん、ポーカーのルールはどれぐらいわかりますか？ルールはわかるかなっていう感じです。 9割はわかります。多分両虫芝は結構ちゃんと分かってるんじゃないかな。見てますからね。ありがとうございます。すいません。あのね、表もね、覚えたいんですけどね。まああれ一時期待ち受けにしてました。めちゃくちゃ嬉しい。多分皆さんもう本当に基本のルールは分かってるとは思うんですけども、改めて、そもそもポーカーってどういうゲームなんだろうっていうところから、ちょっとこう突き進んでいってどうやったら勝てるかみたいなところまで一通りおさらいできたらいいなというふうに思っております。お願いします。お願いします。そもそもポーカーって一重に言っててもですね、実はいろんなルールのポーカーがあって、ほんと50種類ぐらいあるんですよ、ポーカー。いろいろある。なんか分かりやすく言うと陸上って言ってるみたいな感じです。陸上って言ってもいっぱいあるじゃないですか。100m 走みたいな。そんな広いんだ。そうでも僕らがやってるのはテキサスホールデムっていうルールで、世界で最もポピュラーなゲームで、世界大会は今年は1万人参加人数がいまして、陸上でいうと何の競技ですか100m 走ですね。うわ分かりやすい花形です。あなた何位だったの？僕は45位でしたね。すごすぎる。ありがとうございます。なんか言わせたみたいになってた。45位がすごい。優勝すると賞金なんと17億円なんですよ。陸上よりもでかいって。はい、世界人口も1億人ぐらいいるっていう風に言われてて、分かりやすく言うと野球よりちょっと多いぐらい。多いな。そうです。だから世界中どこに行っても、プレイできるゲームっていうのがこのポーカーテキサスホールデムの魅力です。どんなゲームかっていう話を簡単に説明しますと、まず皆さんの手元にこんな感じで手札がですね、2枚ずつ配られるんですよ。上手だ。この2枚のカードっていうのはみんなおのおの自分だけのカードで、他の人には見せちゃいけないカードです。でその後最終的に場にですね、カードが全部で5枚出ます。場に出た5枚のカードと手元にあるなんか言ってるな、今後見て、何一応なんですけどポーカーフェイスって言葉があるんですね。でこの5枚のカードと手札2枚のカードを合わせて計7枚のカードで役を作ります。でこの役っていうのが一番弱い役が豚っていうやつですね。ハイカードっていう役があって、その次に1ペア、2ペア、3カードみたいな、役表をちょっと今ここに貼っときます。ビューって、こういう役がありまして、この役が一番強かった人が勝てるっていう風なルールになっております。ちょっと一旦試しに皆さんの手を見てみましょうか。これポーカー界のタブーとかね。何これ？強っ。強いですよ俺。強い。すごい。こんな感じで皆さんが持ってる2枚と場にある5枚のうちからカードを7枚合わせますね。じゃあまずりょうさんのやつから見ましょうか。キングと7をりょうさんは持ってるんですけども、場に5の1ペアがすでにありますね。で7持ってるんですけど、7が場に1枚出てるので、これは5と7の2ペアっていう役になります。キングも入るんですね。キングまで入ります。5枚一番強いカードを7枚の中から集めて並べる。これがあなたの手です。で哲也さんの手を見てみるとエースと10なんですけど、これちょっとこっからが難しくなるんですけど、まず5の1ペアはみんなもう共通なので、全員この時点で5の1ペアは持っています。で次にこの中から高いカード2枚順番に選ぶんで、エースと10をこんな感じで選んで、その次7、この5枚が哲也さんの役ですね。5の1ペアです。なんでりょうさんの5と7の2ペアの役として強いので、こっちの手の方が強いよねっていうことで、弱いな。弱いな。弱いなお前は。もうポーカー嫌いなやつ。やめてやめて。そんな弱いなって言ってた虫さんの手はですね、これ9と10なんですけど、これも同じように5と
9と10と7ということで、これも5のワンペアっていう役なんですけど、さっきの役とちょっと違うのが、この中で5の次に強いカードっていうのが10じゃないですか、なんで実は哲也さんのこのエースと10の方が強いです。お前弱いだろ。捨ててやるよこれ海に。こうすればよかったんだよ。なんで今この3人の中だと一番弱いのがマムシさん、一番強いのがリョウさんの2ペアっていう風になっております、はい、で柴優さんの持ってたこれ最強の2枚。これ最強の2枚です。はい、これ2枚手札に配られる中では一番強いカードです。エースがこのゲームでは一番強くて2が一番弱いんですね、これをこうやって並べてみるとエースと5の2ペアっていう役になって、この今4人の中で一番強いっていうすごい最強の役を持っているっていうのが今柴優さんの状況ですね。こんな説明しやすいカード出るんだね。いやすごいです本当に。なんかバラバラでいい感じの。はい、これマジで適当に配っただけなんですけど、これすごい。ゆめまるさんのところにね、これ5と3っていうすごいカードが、すごいカードが配られてまして、これなんと5が3枚まず揃うんですね。これすごいでしょ。で、3が2枚こうあるので、これ5と3のフルハウスっていうめちゃくちゃ強い役になりました。気持ちいい。これ5人の中で最強の役がゆめまるさんの持ってるこの5と3のフルハウス。最初降りてるでしょ、ゴートさんだったら。いいことを言っていただきました。そうなんです。このゲームはですね、こうやって役を作るっていうことが一番重要なゲームではあるんですけど、今こうやって配ったようにここまでは完全に運なんですよ。それ運ゲーじゃないか。運ゲーなんです。つまんねえな。つまんないって思うじゃないですか。でもポーカーはここからが本当は面白いところですね。でこの役表っていうのは分かんない人からするとちょっと難しいかもしれないので、画面を止めていただきましてどれが強いっていうのを覚えていただければなというふうに思います。でこの勝敗をどうやって決めるかっていうところがすごい重要でして、まずですねこのゲームはボタンという概念が存在します。ボタン、このディーラーボタンっていうのがあるんですけど、一番有利な人がこのディーラーっていう役目を得れます。で夢村さんちょっと一番強い役だったんでディーラーボタンっていうのを配ります。でこのゲームのルールとしてスモールブラインド、ビッグブラインドっていうのがありまして、ボタンの時計回りで1個次の人がスモールブラインド、もう1個次の人がビッグブラインドっていう強制参加費を払わなきゃいけないっていうルールがあります。やだ。でこの強制参加費は、ルールによっていくらかっていうのは毎回変わります。今回は一旦100点200点ということにしましょう。でこれはですね毎ゲーム時計回りにぐるぐる回っていきます。うわビッグが来る。そうです。なので次のハンドは柴井さんがボタンになって、お二人がスモールブラインドビッグブラインドっていう感じでぐるぐる回っていくので、最初だけこうやって決めなきゃいけないんですけど、あとはもう順番に回ってくるものだというふうに思ってください。でですねカードがさっきと同じように2枚ずつ配られます。で配った後にですねこの2枚の段階で勝負をするかどうかを決めなくちゃいけません。最終的には7枚のカードを使うんですけど、今の時点で見極めで参加するかどうかを決めなくちゃいけません。7枚になった時どうなるかってこと。そういうことです。でこの時に強制参加費を100、200っていう風に決めましたので、参加する場合は最低でも200点かけなくちゃいけません。なのでまず一旦この手札見ていただいて、見ました。いけそうな気配があるかどうかみたいなのをちょっと見定めていただいて。何だった？いや言っちゃダメです初心者だと思ってナムちゃんがいいの。見方初心者すぎるけどね。何がダサいんだよそれは。何ダサいの。ダサさ関係あるんですかそんな。友情じゃないんだから。シャカバリするぞ。ポーカーは本当にそう紳士のゲームなので、見るときもやっぱかっこよくカードを見た方がいいですね。カードを2枚こういう風に手元に置いて、手で鎌倉みたいにこうやって作るんです。こうやってガードをで見えないようにした状態でこの手前の2枚をこうやってペロってめくるんですよ。こうやってうわー見えねどうだ鎌倉だから見えねえだろ。え。くそ鎌倉ね。僕が思うにこれは弱いと思います。その場合はですねもうこの時点でカードを前にヒュッて放り投げてもらうと、それがフォールドって言って、あー完璧です、っていう感じで降りるとこのゲームを降りたという扱いになって、もうこの時点で1点もチップを減ったり増やしたりすることがなくゲームを終了することができた。0円だったと。0円だったってことです。損しなかったんね。そういうことです。では次りょうさん。僕は参加してみようかなと思います。はい、参加したい場合はですね最低が200でそれより高くする場合は倍以上の金額ならいくらかけても大丈夫です。400、500、600、700、800、900、1000もう好きな金額かけていいです。じゃあ600で。600点かけました。こうするとですね強制参加費がもともと200点だったのが600点金額に釣り上がったという状態になっております。強制がそういうことです、なのでもう600点のこの金額が釣り上がった以降の方々は最低600かけなくちゃいけなくなります。なので夢村さんが参加したい場合はめっちゃ嫌そう。めちゃくちゃ嫌だと思うんですけど600点以上参加しなきゃいけないということですね。参加する場合は。なるほど。はい。もう払うか。払うんかい。か払いますね。という感じでここの場合は600点、合わせた。もちろん自信がある場合はもっと高くすることもできます。
そしたらもう一周回って。おっしゃる通りです。柴田さんがもし金額を上げるってことをした場合、もう一周してその金額に合わせるか降りるかっていうのを選択してもらうことになります。まあ僕はコール。じゃあ600ですね。はい、これ金額合わせることをコールって言います。僕はおー、なんか賢そうな感じですね。失ってでもそういうことなんです。虫さんのポジションだとこの200もすでに出しちゃってるので、降りても200点は取られることが確定している。でもここで降りることによって400点は守ることができたので、こういう選択肢もありってことですね。まずここで金額が全員揃った状態になりました。目の前に出てる金額が600で揃った3人が残ったので、真ん中にこの600点のチップを集めちゃいます。ドラって、これが勝った人総取りできます。全部これがもらえるっていう状態です。ここからゲームが進むんですけど、何が起きるかっていうとですね、3枚だけカードが出るんですよね。お出た。最終的にはさっきお見せしたように5枚出るんですけど、まずは3枚しかチラ見せしかしてくれないんですね。最初にこの3枚だけ見た状態でもう一回かけなくちゃいけないです。でこのかける順番っていうのも、このボタンっていう人がさっき僕一番有利って言ったのがこの理由になるんですけども、このボタンの人の次の人からアクションを始めていきます。で今回の場合はさっき200点強制参加費があったと思うんですけど、今出てないですよね。どこにも、どこにも出てない状態なので、0点で次の人に回すチェックっていうパスみたいなことができるようになります。なので柴井さんはこの時点で200点以上好きな金額をかける、もしくはチェックをして次の人にパスするっていう選択肢が2択あるという状態です。じゃあここは様子見でチェック。チェック。0点の状態でりょうさんに順番が回ってきます。じゃあ700。強そう。 700。 700点のベッドが入ったので、最低金額が今700に設定されたっていう状態ですね。なので700点出すか降りるか、もしくはさらに1400点以上に釣り上げるかっていう風に選んでもらうことができます。すごいね。でも降りたら600も損だもんね。そういうことです。降りれるわけねえだろ。なんだとお前。行くしかねえ。600失いたくねえよな。やるしかねえんだよ。で柴井さんに回ってきたので、柴井さんも同じように700以上かけるか、もしくは降りるか。2000。これはさらに金額が釣り上がりましたので、もう一度りょうさんに順番が回ってきて、ここでもし降りる場合は当然この700点は取られてしまいますし、合わせる場合はもう1300点出してもらって2000点に合わせてもらう。もっとかけることももちろんできます。コール。コール2000点に合わせてきました。そんなみんな強いの？でもあの人絶対弱いけど。あの顔はポーカーフェイスじゃないけど。出しちゃったよな。降りれるわけねえだろ。というわけで3人の金額が合いましたので、こでかいれをまたでかい真ん中に集めまして、4枚目のカードが開けます。これ5枚じゃなくて4枚目だけです。まだ違う。ここでもう一回アクションラウンドが始まります。チェック。チェック。チェック。あらチェック。チェック。お、全員これは0点で回りましたので、平和に次のカード5枚目のカードを開くことができます。なのでこれが最終カードです。リバーカードが開きました。そしてここから最終のベッティングラウンドがあります。まだカードは見せないでください。では僕の柴井さんからどうぞ。3000。強そう。暇だね。汚いちょっと絵ちょっとはい、絶対使わないし。鎌倉鎌倉で唇を縛らなくていいね。決まってますよ3000点。コール。コール。強いね。すごっ。あ、おここで降りるんだ。夢丸さんは降りたので、残った2人これ掛け金が合いましたので、ここで初めて役判定ということになります。なるほど。この時ボタンの次の人からまずカードを見せなくてはいけません。柴井さんどうぞ。キングジャック、これはキングとジャックのハイカードです。豚じゃん。銃が来ると思って調子乗っちゃって。させたらめっちゃ強いのか。そうなんです。5枚だった時点ではエース、キング、クイーン、ジャックっていう4枚が揃ってるので、もし10が来てればエースハイストレートっていうすごい強い役になってたんですけど、9と5だったので何もない豚です。りょうさんの手札は2ペアです。強い。強い。これはエースの1ペアがここで揃ってますね。で5を持ってるので5とエースの2ペアになって、最後クイーンが余ってるので、このエースと5とクイーンの2ペアというめっちゃ強い役になっております。なのでこの勝負はうわーまた両の全取りだ。俺のチップが全部総取りです。すごい。これやられたわ。という感じで
ゲーム進行をしていくということですね。で面白かったのはキングとジャックの豚だったと思うんですけど、最後の3000でもし2人が降りてた場合は役なしでもポットを取ることができる。ミネバルなんだったの？で3とクイーン。あクイーン、クイーンヒットね。そうです。梅丸さんは柴犬さんよりは強かっただけど降ろされちゃうってことももちろんあるっていうことですね。なるほどね。で1ゲームが終わったらこのボタンが1個動きまして次のゲームに進んでいくという流れになっております。ちょっとそのままやってみちゃいますか。やってみましょうよ。一つでブラインドが同じように虫さんが100で哲也さんが200を出していただいて。払えよ早く。ここで選択の権利はありますないです。ここで払わない選択する場合は帰るしかないです。その場合は帰宅。鎌倉を作ります。はい、鎌倉を作って皆さんカード見て、あ、もう完璧ですね。いいね、この東海エゲアのメンバーが感動をみんなで見てるっていう。すごい絵だ。600。 600点。強いじゃん。金額点が上がってます。600で、あ、降りましたね。あらあらあら、なんかさっき負けた2人がすごい賢く学んでる。さっき暇だったらやりますわ。あ、いけますね。だから600点かけて2人の勝負になります。お前ちゃんと反応強いだろ、さては。こういうことって喋っていいんですか？もちろん大丈夫です。お前強いだろって。大丈夫です。マナーとして自分のハンドに関して嘘つくのはあんま良くないとされてますね。俺めっちゃ弱いよみたいなこと言うのは、まあマナー的にはあんま良くないとされてますね。なんなら喋っていいんですか？今みたいなお前それ強いのかみたいな聞いたりとかするのは別にそんなに悪いこととはされてないですね。じゃあ俺は聞かれちゃったら強いです言わなきゃいけない。言わなくていいです。言わなくてさあねでいいと思う。さあね。まあチェックで。チェックします。パスで順番が回ってきました。600。 600好きだね。600好きっすね。600いってみよう。ありがとうございます。4枚目のカードに進みます。はい、どうぞ。チェックで。チェックで1200。1200点。うわいくな。おお、いきますね。では最終のカードが開きます。でここで最終のベッティングラウンドを哲也さんからチェックで。チェックで3000。3000。この人なんだこの人。まあまあ焦ってるんだよ。おお、3000哲也が点にゴールが入ったので、あ、点を仰ぎましたけど、この場合はですね、最後にこの金額をかけた方、つまりりょうさんの方から先に手を見せなくちゃいけないというルールになっております。見せてください。4と8の2ペアですね。哲也さんの手が何なのか。ジャックと6なんもないということで、りょうさん出ちゃう？りょうさん哲也なんでが哲也4と8の2ペアの勝ちです。全部乗ってみようって。なるほど。だったら最後オールインと言って言えばよかった。まあね。いいことを言ってますね。これね、どういうゲームだったかちょっと解説します。まずはどうぞ。これはですね、これ4の8と4の2ペア、まあ弱い手ではないですけど、向こうがもし強気に来てたらちょっと嫌ですよね。もし向こうから強くないんで。そうなんですよ。7持ってても8持ってても負けるから、その顔で来られたら焦る。なるほどね。この手ってめっちゃ弱い手なんですよ。見せるとこまで行っちゃうとかなり高い確率で負けてる。なるほど。もう降りた方がいい手なんだ。降りるか、もしくは逆にこっちからレイズをして金額をかけて向こうにチップ出せんのかいっていうプレッシャーをかけていれば、もしかしたら下ろせたかもしれない。戦うってよりは精神面で勝つっていう。そうもう一回やろう。もう一回やろう。早くやろう。はい、これはちょっと電車が。あら、渋谷さんは時間がないということで、また今度ポーカーしましょう。なんだよお前逃げやがって。お願いします。逃げやがって。ただ逃げとかしてやるぜ。じゃあこのチップ僕が引き継ぎますか。おお。お、ガッツ入れて横澤さん。はい。引き継ぐとかもあるんですか？いや、ないです。これ暗号してるルールです。はい。まあここからステップアップした話になるんですけど、この2枚の時点でハンドには強さっていうのがあります。まず最初に手元ですでにワンペアがある状態。22から AA までの13パターンありますけど、基本的にやっぱ強いですよね。最初からワンペアがすでにあるっていう状態だったりとか、エースとかキングとかクイーンみたいな絵札とかエースが含まれているカードっていうのは強いカードが多いです。なおかつマークが同じ、例えばスペードスペードとかハートハートダイヤダイヤみたいなマークが同じ2枚っていうのはフラッシュができやすくなってるので、それも結構強くなってます。あとは9と10とか10と11みたいなつながってる2枚のカードっていうのはストレートができやすいっていう感じで、この2枚の時点で大体この辺が強そうだな弱そうだなっていうのを見極めながら参加すると上達が早いかと思います。はい。で、僕がビッグブラインドで200点ですね。はい。俺は払わない。そうです。でこの時も、ちょっとしたコツみたいなのがあって、200点で最初参加するんですけど、これ最初から200点で合わせに行くっていうのはあんまり良くない行為とされてます。なんでかっていうと、このゲームっていうのは下ろして勝つか勝して勝つ、つまり役で勝つかっていうのの、2択があるんですよね。なので金額を上げると相手を下ろせる確率が上がるじゃないですか。もしこれ200で合わせちゃうと絶対にもう下ろせないことが確定しちゃうので、勝ち方が半分に減っちゃうんですよね。なので常に参加する場合はレイズして参加していくっていうのがおすすめの戦略になっております。
じゃあ600で。いいですね、ありがとうございます。早速この600っていう金額もめっちゃ良くて、ざっくり感覚なんですけど 2.5 倍か3倍、まずこの状態だと500点から600点ぐらいをかけて参加するのがおすすめです。はい。200。レイズしてきたすごい予想すごい予想。はい、これ金額が1200円に上がったので、参加費が1200以上必要になってます。これも倍倍以上です。2400。俺いいもん全然あるよ。オールインも全然あります。いいことになりますね。ここであります。いや反応見たいからな。2500円でしょ。2500円ありがとうございます。諦めます。僕も当然諦めます。じゃあまあ2500。いくでかいくじゃあこれで。これで。おお。わあめちゃくちゃでかい勝負になった。なんだこれ。っ大事だよここ。では6分3枚開きます。でここでまたアクションが夢丸さんからやります。でこの時にこれもまたちょっとしたコツなんですけど、このポット、つまり勝ったらこの金額がもらえるっていうこのポットがめちゃくちゃ重要です。なんでかっていうと、これを取るためにどれぐらいリスクを冒せるのかっていうことを考えながらプレイしなくちゃいけないです。なので今これって7800点ポットにすでにあるっていう状態なので、ここにもちろん200点のベットをすることはできるんですけど、正直あんまり意味がないです。なんでかっていうと200点払ったら7800点手に入る可能性があるっていう勝負になるので、そんなことしても誰も降りないと思うんですよね。なので基本的にはこのポットが大きくなればなるほどベット金額も上げた方がいいですね。なので目安として真ん中にある金額の、半分とか3分の1とかそれぐらいの金額をかけるっていうのはなんとなく覚えておいた方がいいかもしれないですね。というわけで今坂です。全部。ありがとうございます。これ強そうですね。めっちゃ強そう。降りる。ああ、ここから降りるパターンもあるんですね。そんなん4000。はい。このゲームの面白いところで、4000で今哲也さんがかけたのに対して夢丸さんは3900点しか持ってません。100点足んないんですよ。あれ？お、じゃあ勝負つかないな。借金だ。違います負けでもないし借金でもなくて約束手形作らないです。いや人生ゲームじゃないです。自分が持ってる金額よりも大きい金額をかけられた場合はオールインといって、自分が持ってるチップ全部かけちゃえばその金額で参加することができます。つまりその場合哲也さんの側がかけてる金額を減らさなきゃいけなくなるということですね。3900点に合わせてあげて100点お釣りが来るってことですね。なので行きたい場合は2人のカードを開きます。ショーダウンです。せーのでどうぞ。これは両方なんもない。ただ9が出てワンペアになっても一緒だったらエースだったら強い。そういうことです。今この状態は哲也さんめっちゃ有利です。7引くしかない。7引くか、ストレートフラッシュを2枚でボンボンって都合よく引くか。俺はそれ狙ってます。7、8、9、10、11か。めっちゃ勝率高いですよこのエース9側が。これもらえるんですかこれ。これで負けるのが一番悔しい。いきます。ポーカー理不尽なことあるから。7だけはダメ。7だけはダメ。7だけ。これは3、4、5、7ってなってるじゃないですか。やばい。6が来ればストレートです。6もダメ。なのでやばい。6か7が出れば夢丸さんの勝ちっていうことですね。もしかして確率上がりました今まで。あんま変わってないですね。あ、そんなに。あんま変わってない。ではいきます。7ダメ。では6、7、7、仕込んでないですよ。仕込んでないです皆さん。俺のせいにしないで。時間かけすぎたわ。6か7までいっちゃってたんでそれは言い過ぎましたね。ポーカーの一番悪いとか正直これも見せられてよかったなって思うんですけど、正直ね勝率で言ったらもう圧倒的に哲也なんですよ。もう9割勝つっていう勝負でも何が起こるか分かんない。ここがちょっとやっぱギャンブルの要素があって面白いんですよねポーカーはね。いいもん見せれたんじゃないですかねこれ。本当に最短で一番なんかもう台本みたいな100点満点完璧です。完璧。というわけで何ゲームかやっただけなんですけどすごい動きましたね。で皆さんチップは何点ぐらいになったんでしょう。おのおの400点。でしょうね。計算早っ。計算早い。これ7200かな。ちょっと減っちゃってますね。7200点。15600点。すごい。1600点増えて15600点。そしてりょうさんが23600。すげえ。めっちゃ増えてる。っていう感じで海外のカジノとかに行くとこれをねドルとかでもうやることができるんで、もしこれがドルだったら130万ぐらい負けてます。やばい。今の一瞬ね。90%勝てる勝負で。90%勝てる勝負で。カジノでもちろん海外でやってもしびれますし、こうやって家でお友達とかとでもね気軽にできるゲームなのでぜひ皆さん
ポーカーを覚えていただけたらなというふうに思います。はい、横澤ポーカーチャンネルっていうのもありましてですね、ポーカーに関することだけ教えている専門のチャンネルが実はあって、詳しくより知りたいよっていう人はぜひそちらのチャンネルも見ていただければ分かりやすいかなというふうに思います。というわけでポーカーをする企画をこの後用意していただいてますので、よろしければそちらの方の動画も概要欄からチェックしてみてください。というわけで本日は東海オンエアの皆様に出演していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。鉄ポーカー。